はい、皆さんこんにちは、武藤です。今回ちょっととんでもない機材を手に入れてしまったので、そちらを紹介していきたいと思います。そちらがですね、こちらになります。ドドンと、ハッセルブラッドの XCD20 から 35mm、F3.2 から 4.5E レンズになっております。これが今年の9月にですね、新しくハッセルブラッドが出たレンズなんですけども、結構特別なレンズでして、大きく2つあるんですけども、まず20から35っていうところでズームレンズかつ超広角っていうところで、現行のハッセルブラッドで一番の広角レンズになっております。で2つ目がハッセルブラッドのレンズの中でも、格付けがあって P レンズとか V レンズとかあるんですけども、その中で一番のフラグシップと呼ばれる E レンズというものになっております。で E レンズ自体ですね、このレンズが初めての登場になっております。そういったかなり特別なレンズで、まだ使ってる方もですね全然見ないですし、とはいえやっぱり僕自身広角が大好きでハッセルブラッド持ってるから、これは買うしかないなと思って買ってしまったので、今回はこのレンズを実際に使ってみた、実際撮りながらの動画もあるんですけども、そういった使用感含めてレビューをしていきたいと思います。まずちょっとこのレンズを紹介する前にハッセルブラッドのレンズの紹介なんですけども、まず僕が一番最初に買ったこちら 28mm の F4 なんですけども、こちらが P レンズ、ポータブルレンズと呼ばれるものになっております。ポータブルっていう名の通り軽量なレンズになっております。ポータブルといえどもやっぱハッセルなので、1億画素に耐えるような描写が持ってるってことで、かなりですねいいレンズになってますと。続いてこちらが V レンズ、バーサタイルの V っていうことで、なんか多様性みたいな意味があって、本当に使いやすくだけど描写もいいっていうようなレンズになってます。このレンズはかなりですね特徴的になっておりまして、ちょっとクラシカルなレンズになっております。こういう風に AF とマニュアルも変えられるような形になってます。ということでこれが V レンズ。V レンズは他にも 25mm だったりとか 38mm、55mm、あと 90mm がある。それが V レンズになっております。で今回ですね紹介するのがこちらの E レンズ、エクスクルーシブっていうで E レンズなんですけども、唯一無二のっていうような意味らしくてですね、これがなんでフラグシップっていうような形でなっております。それ以外の P とか V とか E に該当しないレンズっていうのもあります。それは昔のレンズなので X2D とか CFV100C のような1億画素に耐えられるっていうところではちょっと怪しいんですけども、レンズ他にもあるんですけども、主に今現行で出ているレンズっていうのがこのような形になっております。はい、じゃあ早速ですねこのレンズ紹介していきたいと思います。20から 35mm で、ハッセルはですねこちら僕は CFV100C につけてますけども、ラージフォーマットなので ×0.8 をすると大体ですね焦点距離としては 16mm から 27mm 相当っていうような焦点距離になっております。なので本当に超広角、16mm から使えるので超広角レンズって言われるような焦点距離ですね。ハッセル今まで一番広角だったのが 21mm だったので、それよりもさらに広く撮れるレンズになっております。で重さが 805g で、大きさが直径が 81mm で長さが 117mm で、レンズ口径が 77mm っていうようなレンズになっております。大きさに関しては、多分これとフルサイズで見るのであれば 16mm、35mm のレンズとか、15mm、30何 mm のレンズとかあると思うんですけども、そういったレンズと近いような使い方をするのかなっていうふうに考えると、大きさ自体はソニーの1635と比べたら大きさはちょっと一回り小さいのかなというふうに思います。ただ重さが 805g あるので、そこはちょっと重たいですね。さすがにやっぱラージフォーマットっていうようなセンサーサイズのカメラになるので、そもそもここのセンサー部分が大きいので、その分重かったりとかっていうのはあるかと思うんですけども、思った以上に大きくはない、あと重くはない、こんくらいの広角だったら1キロぐらいはするのかなっていうふうに思ってたんですけど、ちなみに同じラージフォーマットの GF にも2035の、F4 投資ではあるんですけども、同じようなレンズがあって、そちらは直径 88mm の長さ 112mm で重さが 725g、 フィルター径が 82mm なので、それと比べると、大きさはそんなに変わりはない。だけどちょっと重さはハッセルの方が重たいっていうような形になります。こっちの方がそもそも最大の開放値が 3.2 っていうのがあるので、ちょっと重いのかなっていうふうに思うんですけど、そんなに変わりはないです。ちょっとですねこんな喋ってるのもあれかなというふうに思うので、実際撮りながらも動画撮りましたので、ちょっとそちらもですね見ていただければと思います。ということでですね、ちょっとこのハッセルブラッド XCD20 から 35mm のレンズですね、こちらをじゃあちょっとですね実際使っていきたいと思います。
もうちょっと今ですね、都庁にいるんですけども、はい、こんな形で、広角レンズと相性がいい場所ではありますね。ちょっとこういうところですね、撮っていきたいというふうに思います。もうちょっとまず普通の描写っていうところで、まずは普通に手持ちで何枚かバシャバシャ撮っていこうと思います。広角レンズなので、ちょっとパーツを生かした構図で撮りたいと思います。次はこの下の方を撮っていこうと思います。ここも広角と相性がいいですね。もうこういう風なもう広大なもう横長のような感じなので、ちょっとこういうところもですね、広角を意識した構図作りっていうのはしやすいですね。画角としてはこんな形になるんでしょうか。16ミリですね。35ミリ換算16ミリなので、結構こんな形で広角で撮れるようなレンズですね。いや、素晴らしい。ちょっと手持ちでの設定なので、本当に手ぶれには気をつけないといけないくてですね、907X は手ぶれ補正ついてないので、本当に細かいところまでしっかりと確認、取ってから確認する必要ありますね。ただやっぱ本当に周辺まですごいもう綺麗で、これそうですね、もう今一番広角側の20ミリ、換算16ミリでも本当に端まで綺麗に映ってますね。歪みっていうのはやっぱほとんどないようには感じられますね。なのでこういった建築物を撮る僕としてはすごいありがたい。こういう幅が狭い階段っていうのも面白く撮れるかなと思います。特にやっぱ広角レンズは見せどころですね。で次はちょっと真上ルックアップで撮ってみたいと思います。やっぱルックアップでもですね、特にやっぱ超広角になると、真上でのルックアップの撮影も可能になってくるということで、こういう形でですね、モード学園があって、こんな感じですね。16ミリだと広くなるんですけども、この右下の方がですね、結構明るくて、グラデーションになってるんですよね。こっちに、上になるにつれて暗くなって、で、この右下になるにつれて明るくなってくるというところなので、ちょっとこのグラデーションを入れつつ撮っていきたいというふうに思います。こっからさらにワイドで撮れるということで。で、あとルックアップで撮るときはですね、なるべくこの建物とかが重なりすぎないように、今もちょうどここでいいんですけども、特にこのなんか電灯とかあるじゃないですか。こことかが建物にかぶっちゃうと、あんまりやっぱり綺麗じゃなくなっちゃうので、なるべくちょっと建物にかぶらないように構図で撮ってのがいいかなというふうに思いますね。なるべく建物とか電柱が重ならないようにして、でなおかつ空のグラデーションを意識して撮っておりますと。でやっぱりこういったルックアップは特に四隅にも建物を置くので、そういった意味ではかなり周辺の解像度っていうのも大事になってくるんですけども、このレンズはもう周辺もかなり改造しているので、そんな心配は全くないですね。本当素晴らしいレンズですね。はい、次にですね、そしたら長時間録音もせっかくなのでチャレンジしていきたいと思います。はい、ここは新宿でも有名な撮影スポットになってますが、どっちかというと夜景の撮影スポットになってますが、僕は昼間の長時間録音っていう形で、はい、こんな形で今セットしております。で、こんな形でセッティングしてますが、はい、今回ですね、使うフィルターが西のマグネットのフィルターになります。ND1000 とカチッと、あと CPL 重ねて、8000で撮りたいと思います。すごい揺れがすごいので橋が揺れるんですよね、結構。なんでちょっとそれが怖いんですけども、なんで結構何回か撮るか、ちょっとシャッタースピードを早めにするかっていう感じですね。で、フィルターをつけて、で、今設定としては、はい、3分1秒になっております。ND8000 つけると3分1秒の設定になっておりまして、ハッセルブラッドはですね、絞り優先モードでも1時間のシャッタースピードが切れるので、ND つけると勝手にこういう風に計算してくれるっていうのがとってもありがたいですね。それがちょっと PL 外しちゃってもいいかもしれないですね。ちょっと3分で長いかもしれないので、PL 外すと1分半とかなので、ちょっとこれであと絞りとかを調整して、2分23秒でいってみようかな。ちょっとね、揺れが怖いんですけども、今回のシャッタースピードでちょっと切ってみたいと思います。じゃあ逆光の体勢を見ていきたいと思います。結構ですね、ここ、はい、こんな形で逆光がすごいですね。で、やっぱりこの影ですね。影も良くて、で、ここの奥の屋根が、
面白い形してるので、こういうのやっぱ広角で撮れると面白いですよね。こういう影と建物を入れた構図作りで、かつちょっと逆光で撮ってみたいというふうに思います。いいですね。ちょうど人が来たタイミングっていうのと、あとは本当に逆光でもですね、ゴーストクリアとかがほとんど見られなくて、すごいいい感じですね。ではちょっとレンズの比較をしていきたいと思います。はい、こちらの新しい2035のレンズとですね、焦点距離が被っているこちら28のレンズですね。ちょっとこちらの2つを比較していきたいと思います。こっちはですね、ハッセルブラッドの中でも一番フラグシップと呼ばれる E ラインにはなりまして、でこちら 28mm に関しては、軽量型、P ラインという、写りっていうよりかはそういう持ち運びやすさとかを重視したラインになるんですけども、とはいえこっちは単焦点なので、この2つどう写りが違うのかっていうところをですね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。で同じような設定でもちろん撮っていきたいと思います。でかつ28mm ですね、こっちの方は 28mm に今設定しております。換算 22mm ぐらいですね。ただもしかしてちょっとレンズのこの軸が違うので 28mm でももしかしたら若干画角変わるかなというふうに思うんですけども、一旦 28mm で設定は F11 の ISO64 のシャッタースピード100、ちょっとこれで撮っていきたいというふうに思います。はい、次こちら 28P ですね。だいぶコンパクトだ。はい、で同じ条件で撮ってみました。左側が 20-35mm で右側が 28mm のレンズになっておりますと。レンズの軸が若干やっぱ違うので画角が若干異なっておりますと。ただ同じ 28mm で撮っております。で全体バーってみると周辺原光ですね。左側の20-35の方が周辺原光少ないように感じられますね。特にこの辺りとこの辺りに比べてみると左側の方が周辺原光が少ないように感じられますね。でちょっと拡大してみましょうか。どちらもかなりね描写が良くて、こっからこんだけ拡大しても波の一つ一つもくっきりと映ってますね。もっと拡大してみましょうか。ぐわっと。でちょっと周辺が若干違うので一概には言えないんですが、橋の解像度もそんなに違いはなさそうですね。こんくらい拡大してみてもそんなにすごい差があるっていう感じではなさそうですね。こっちの橋の上を見てもゴミがありますね。もっと拡大してみましょうか。でもやっぱこう見るとこの明るさ、周辺原光は20-35の方が優秀そうな感じはしますね。これどちらもレンズ補正はしていないですね。まだライトルームに20-35のレンズ補正がないので、周辺の描写、ここまで拡大すると若干20-35の方がシャープに映ってるかなって感じはします。ちょっと位置が違うので一概には言えないんですけど、20-35の方が若干くっきり映ってるかなって感じはします。いや、すごいなにしてもこんなに映ってる。こんなにとはいえもうここまで拡大してようやくわかるぐらいの描写になるので、総じてどちらも素晴らしいですが、周辺原稿は結構パッと見てわかりますね。そういった意味でも 20-35mm ズームレンズではあるんですけども、もう単焦点以上の描写力を持ってるなっていうのがこれでわかるかなっていうふうに思います。ちなみに、907X さんの CFV100C につけるとこんな感じですね。結構頭が大きく見えるような感じですね。ただこのコントロールグリップ 907X につけられるコントロールグリップがあるんですけども、それをつけると結構バランスが良くなるかなっていうふうに思います。結構このコントロールグリップが前に出るので、なんなら X2D よりもバランスは良くなるかなっていうふうに思います。でこちら20から 35mm になってますけども、ズーム自体はインナーズームでズームしても長さが変わるっていうことはないですね。これは素晴らしいですね。もう素晴らしいレンズだなっていうふうに思いました。もう欠点らしい欠点もないレンズかなっていうふうに思います。一つ個人的に思ったのはこの V レンズですね。V レンズはこれでオートフォーカスだったりとかマニュアルっていうのがこういう風にスライドで切り替えられるっていうのがあったりとか、あともう一個下に
ダイヤルがあって、これがですねカメラで自動で割り当てられるんですけども、こういう絞りを変えたりとかシャッタースピードをここのダイヤルで変えられるっていうようなものがあるんですけども、このレンズにはそういうのがないんですよね。特段オートフォーカスをマニュアル切り替えるのもないですし、この下のはズームリングなので、なんか V レンズと比べたら E レンズはそこの機能がなんか劣ってるなっていうのがあったので、フラグシップならちょっとそういったのもつけてほしいなっていうふうに思いましたね。なんか実際ですね、このマウント側の裏蓋にですね、これで AF とかマニュアル切り替えられますよみたいなシール貼ってあるんですけども、いやできないやんと思いながらっていうのがあったので、ちょっとそういったところ、どうなんですかね、この外観のスタイリッシュさを重視したのかなっていうふうには思うんですけども、ちょっとそういったのが1個気になったかなっていうぐらいで、他は決定らしい欠点はなかったですね。あとレンズフード、こんな形の花形のレンズフードついてますけども、これがちょっとなんかつけづらいと言いますか、若干ちょっとふにゃっとするっていうか、いや全然頑丈なんですけども、花形なのでしょうがないかなというふうに思うんですけども、はい、そんな形で本日はですね、ハッセルブラッドから9月に新しく出たXCD25 から 35mm F3.2 から 4.5 のレンズを紹介いたしました。なかなかニッチなレンズではあるんですけども、こうやって日本で YouTube で紹介してる方っていうのは、他に多分ほとんどいないと思うので、こういうのもあるんだよっていうところで紹介させていただきました。これで僕もハッセルが超広角を手に入れたってことで、かなり撮影の幅も広がるかなというふうに思ってます。ちょっとまたね、このハッセルも動画でどんどん出していこうと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上になります。少しでも動画が参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。